はい、おはようございます。はい、秋の乗り放題パスも3日目になりましたね。快活クラブ出ました。眠いです。8時間パックなので6時間ぐらい寝るつもりでいたんですけど、なんと睡眠時間が4時間半になっちゃいましたなんでかっていうとね、ふっとね起きたら通知が来てましてね、私の視聴者さんがいるんですけど、名前、A さんとしておきましょう。その A さんのなりすましがいるみたいでね、それも今年の6月ぐらいからね、そのなりすましのアカウントの方と6月ぐらいからなんかつながってましてね、それでちょっとね急にね咳が出て、その勢いでなんか胃液が吐きそうになっちゃって苦しかったんですよね。やばいっすね、なんか体調がなんか寝不足すぎて体調がやばいです。それはさておきね、なんかなりすましがいることが分かってね、でそのなりすましの X のアカウントなりすましなんですけど、その方の A さんのね、なんかね前からなんか文体がその本物の A さんとは全然違うなと思ってたんですけど、なんか二面相というかそういう人なんだろうなぐらいにね思ってましたけどねなんかおかしいけどそうなのかなみたいに思ってたんですね。したらね、まさかのなりすましだったっていうね。やめてくださいって言って、ね、やまるものじゃないですからね。YouTuber になりすますのはわかりますけど、視聴者になりすまして何が面白いんだろう。それからね、ちょっと心当たりのやつ、心当たりがあるかもしれないやつがいるので、そいつかもしれないですね。全然接点はないけど、なんか動きが怪しいなっていうやつがいたのでね、なぜに私は朝っぱらからお墓の隣を歩かないといけないんだろう。なんか昨日もなんかね、快活の近くにお墓ありまして、そこのお墓よりはなんか綺麗ですね。ここちゃんと管理されてる感じでいいですけど、めっちゃもうお墓映しちゃって大丈夫かな。お墓 YouTuber じゃないんでね、結構ね、茨城もそうですけど、こういうところってね、私のアラーム、民家と民家の間にね突然お墓があったりするのでね、結構ひっそりとしたところじゃなくてありふれた場所にあったりするんですよね。なんていうかな、東のエリア、そういうところが多いと思いますね。関西より西はそういうとこ少ないような気がしますね。いや、今日どこで寝られるかちょっとね、今日配信するつもりですけど、上の空かもしれないですね。もし上の空だったらすいません。見てください、これもう最近ね初めて手がこんなバリバリになっちゃいました。乾燥でしょうね。すごい色だな。はい、どうも皆さんこんにちは。ヤニカスオタクのまこさんです。はい、皆さんお元気でお過ごしでしょうか。はい、本日はとても乾燥した北関東の、群馬県高崎市は高崎駅から、そして、長野県へ至る、この旅路をご紹介しようと思います。はい、前回まで、怪しい英語を喋っておりましたが、しばらくねちょっと英語喋らずに日本語で、そして、字幕はしっかりしていこうと思います。またね調整するかもしれないので、また変わるかもしれませんがよろしくお願いします。そしてですね、私は今までとても早口で喋っておりましたが、比較的ゆっくり喋るように気をつけますのでよろしくお願いいたします。はい、こちらは、信越本線の高崎駅、そしてこれから横川駅まで向かいます。信越本線はですね、今高崎から横川、そして、新潟県にちょろっとありましてね、途切れになっていまして、途中が信濃鉄道になっておりますが、昔は一続きの路線でした。昔はですね、東京方面から、高崎、横川を通って、そして軽井沢、それから新潟県の直江津までを結んでおりました。長野新幹線の開業などもあり、現在横川から軽井沢間は、鉄道は、普通列車の方は走っておりません。今回はね、その間を、バスで行くことになります。なのでとりあえず、終点の横川駅まで、この、電車で来ました。はい、そしてこちらが横川駅のホームです。
峠の釜飯、荻野屋という店があります。群馬県は峠の釜飯で有名なんですけれども、こちらの横川駅の荻野屋は現在閉店しております。群馬の、高崎駅とかでは多分買えたと思います。はい、じゃあ時間なのでまた後で詳しいナレーションいたします。はい、というわけで、ここはですね、群馬県の中芝横川駅ですね。いや、寒い。ちょっと、これまでね、3日間どんどん気温下がってきたんですけど、今日が一番寒い気がします。はい、ここはね、信越本線のいわゆる、終端というか、なんというか、途切れたね、その箇所なんですけど、その横川から、軽井沢までというのがね、今途切れているんですけど、昔はここに鉄道がありましてね、鉄道史上最高の勾配ですね、66.7 ミルという、かなりのね、勾配の険しい区間、薄い峠がありましてね、そこをね、昔その鉄道で行き来するのに難しかったみたいでね、かなりの大事故があったらしくてね、でそれで今はそこ新幹線とか通ってるんですけど、在来線の横川軽井沢間は廃止されてしまいました。そして、今はね遺構のみが残っております。それでね、今日ね歩きたかったんですけどね、その廃線跡というか、その横川から軽井沢まで歩きたかったんですけど、ちょっとね寒すぎるのと、私寝不足なのと、あとちょっとね最近パワースポットに体が敏感すぎて、すぐにねなんか体調が変わっちゃうので、結構横川軽井沢間鉄道事故の象徴の地でありましてね、そういうちょっとスピリチュアルな話になりますけど、自爆霊だとかなんだとかね来る可能性が来るというかね、憑依されちゃう、通っただけで憑依されちゃう可能性ありますので、ちょっとやめておいてね、これに乗ろうと思いますね。このバスですね、 JR バス、これはねこの横川軽井沢のね間を今ね運行してるんですね。多分ね8時10分これですね。やばい、なんか紅葉綺麗なんだけど、紅葉見ると眠いです。3日間の中で一番眠いかもしれないです。頑張ってね乗りますからね。はい、というわけで、これから、高速バスで35分ほど乗りまして、軽井沢駅へ向かっていこうと思います。これから県境を越えていきます。この県境にとても険しい、峠があります。その名も碓氷峠と言います。皆さんも碓氷峠結構有名なのでご存知ではないでしょうか。はい、ここにはですね、今長野新幹線そして道路しかないんですけれども、昔は鉄道が走っておりました。鉄道といっても普通列車ですね。はい、信越本線はその昔、高崎駅から起点としますと、直江津まで一続きになっていました。もちろん横川軽井沢間も鉄道でした。しかし1997年に廃止となりました。これは長野新幹線の開通に合わせて廃止となりました。また多額の費用がかかっていたためとも言われています。この標高差がなんとですね、軽井沢そして、高崎群馬県側安中ですね、その標高差がなんと 552.5 メートル。これも1個の山並みのかなりの標高差ですよね。これが碓氷峠の標高差です。そして、この区間は、66.7 ミルというとても険しい、鉄道にはかなり登るのがね、難しい区間として知られていました。ですので、特殊な方式で、鉄道を敷きました。ドイツで利用されていたアップト式という、ものですね。これが日本初のものです。
しかしこのアプト式を利用しても、トンネルが26個、そして18個の橋梁が続いているという、とても、もう凄まじいね、峠道でした。アプト式というのは、ギザギザの刃をですね、線路ってねだいたいこう2本あると思うんですけれども、線路と線路の間にギザギザの刃みたいなものを用意して、そして、列車の方にも、刃に引っかかるような刃みたいなのをこう用意してね、こうその摩擦の力で、どんどん上がっていく、そして下がっていくっていう、方式の、鉄道ですね。この区間はなんと時速10キロでしか運転できませんでした。効率は悪いし、お金はかかるしということで、1893年に開通されてから、1997年、約100年ぐらいで、廃止されてしまいました。今はですね、このバスはそこを通らなくて、この普通のなんていうんですか、中山道の新しい道ですね、それを通っていくんですけれども、鉄道の遺構はですねいくらか残っていて歩くこともできます。しかしね、足腰に自信のある方だけにしておいてください。私も歩こうと思ったんですけれども、熊がねこの年かなりの量で出没していてとか、いろんな理由がありまして、今回はバスにいたしました。またね、この区間を歩くことはあるかもしれません。でこの区間はですね鉄道時代かなり激しい事故がありました。熊野平駅というね駅があったんですが、その付近で列車の脱線事故があったそうです。2人は即死、そして残る2人も死亡しまして、そして残る4名も重軽傷を負うという大事故がありました。皆さん福知山線の脱線事故っていうのはねご存知でしょうか。それとね、似たような事故だと、わからない方は思っていただければいいんですけれども、それとまた事情が違いまして、この機関車がね、走っていったんですね、横川軽井沢間を峠道を。そしたら、急にねエンジンが止まってしまいまして逆走しました。エラーが起きたんですね。そして逆走しました。するとかなりの勾配です。どんどん列車は下っていきます。そして脱線しました。ということでもう大破しまして、このかなりのね人数が亡くなって重軽傷を負うというね悲惨な事故がありました。そのような、悲惨な事故が起きる、区間でもありますしね、費用もかかりますから廃止されてはしまいましたが、これで良かったのではないかと私は思います。そしてこの道ね、途中のてっぺんのあたり峠の、碓氷峠の頂上あたりで、富士山じゃなくて浅間山だったかなが見えるというね放送が、バスの放送がねいくらかかかったんですけれども、森がもう激しくて、森が激しいっていう表現はちょっといささか不自然ですけど、森がもりもりしておりまして、全く見えませんでした。多分見えていないと思います。しかし紅葉綺麗ですね。私が見たところ、軽井沢のね方が紅葉が綺麗です。群馬県内より軽井沢の方が綺麗、ということで、軽井沢に至るに、だんだん近づくにつれて紅葉が綺麗になっていっています。でこのね、碓氷峠を通る、鉄道はね、今でもね、有名で、資料館もねありますね。実際訪れてみるとあると思います。私はねちょっと行ったことがないので、他の方のね動画を参照よろしくお願いします。それとですね、私もまたいずれ行くかもしれないので、その時は心して行ってみようと思います。長野県のね歌というね、長野県の歌というのがあるんですね。その長野県の歌の中では、くぐるトンネル26というね歌詞があります。碓氷峠について、そしてアプト式の、昔走っていた鉄道についても歌われています。ぜひね、長野県の歌でググってみてください。そして覚えてみてください。覚えるとね長野県を旅するのとても楽しいですよ。それでは、軽井沢の映像へ移ります。この辺りから軽井沢の街が始まります。横川付近よりも軽井沢の方が標高が高いので、やっぱりそれもね紅葉に影響しているのだと思います。紅葉ってねやっぱり標高の高い山の方がとても綺麗に鮮やかに、ね、なりますので、やはり寒暖差などもあるのだと思います。そしてね一気にだんだんと長野だなという雰囲気になりますね。おしゃれな雰囲気になります。
別荘なんじゃないかなっていう建物がいくらかありますね。はい、軽井沢は夏は避暑地としても有名ですけれども、冬は寒いです。この時期まだね11月なので冬ではないんですけれども、寒いです。とても寒いです。綺麗ですね。もみじがいいですね。それではそろそろ軽井沢駅へ到着いたしますよ。それではナレーションのまこさん、一旦失礼いたします。ニコチン補給もしたいので失礼いたします。はい、というわけで寒い、軽井沢駅ですけど、なんか寒さが増してるような気がする。なんかね、バスがね暖かかったんですよね。相変わらずね、もう寝れてないんですけど、ヘアピンカーブの凄さがもう圧倒的だったので全然寝れませんでした。いやでも軽井沢側に来るとね、紅葉がまだ一段とすごいことになってましたね。群馬側よりも軽井沢、そうですね、こっち側の方が紅葉が結構素晴らしいように思います。今の時期ね、多分気温差もあるんでしょう。ここは暖かいですね。今日これから配信しないといけないの、こんなにお眠で大丈夫でしょうか。頭働くのがちょっと怪しいですけど、頑張っていこうと思います。これからね、信濃鉄道、昔の信越本線ですねに乗って、それで小諸まで向かいます。いやバイパスね、さっき通ってきたバスがバイパスなので新しい道通ってたんですけど、それでもヘアピンカーブきつかったですね。なかなかね、あれはきついわ。旧道、中山道の旧道ですけど、あっちを通ったらもっととんでもないことになりそうですね。機会があれば歩いてみたいですけど、ちょっと今日はすいません、歩きたかったんですけどやめておきました。はい、こちらは信濃鉄道軽井沢駅の構内になります。ここにはなんと、EF63 型機関車の、保存機があります。これ実際に使われていたものです。実際に使われていた機関車はですね、碓峠の、鉄道文化村にもいくらかありますが、ここにも実はあるんですね。はい、このように、説明書きがありまして飾られています。無料で見ることができるので、皆さんもねぜひ見てみてください。はい、そしていいところから、ショットを撮ろうとね努力しました。ではね、ここから、小諸駅へ向かっていこうと思います。だいたいね、20分30分ぐらいですかねで、向かっていきます。はい、このように、この EF63 型機関車を、一別しながら、どんどん進んでいきます。現在ね信濃鉄道になっておりますが、昔は、信越本線の一部であった、この路線を、乗り、この機関車を、見納めというわけです。これにて、かねてから念願であった、横軽越えは果たされたわけです。バスでめちゃくちゃ楽ちんでしたけどね。はい、皆さんもぜひやってみてください。はい、というわけで小諸駅へ到着しました。信濃鉄道でね、軽井沢から500円で来ました。いや天気がいいですね。ちょっとね残念なのは私が眠いのと、あとは寒いことぐらいですね。はい、この駅はね2回ぐらい来たことがあって、今日が3回目です。この近くにねとてももみじの綺麗な公園があるんですよね。開公園と言いましてね、昔小諸城というお城があった後なんですけど、息が、そちらの中の方でね配信をできたらと思います。久々にねちょっと不定期の一般配信をやります。アウカメの方が綺麗ですね。これはね、南の丸跡と書いてありますね。これだから写真にしたい、スクショしたいみたいな。ちょっとね今充電ケーブルがついてるので難しいですが、誰なのかアジア
方面の鳥ですね。で、これ、なんか、でけえ鶏。うわ、すごいな、ここ。すごい。こんなになってんだ。これ、険しいな。これ多分自然にこうなったわけじゃないですよね。掘ったんでしょうね。ちょっとこうスクショします。すいません。小諸城出ました。まずいわ。ちょっと、乗り遅れそう。まずい。ちょっと配信が意外と長くやっちゃったな。行かなきゃ。今ね、11時57分ぐらいなんですけど、12時3分のコンビニ線に乗らないといけない。ちょっともう階段上がれない。やばい。わあ、すごいな。山の景色が。いや、それどころじゃないけど。あ、よかった。なんとか間に合いそうだ。よいしょ。はい、とてもギリギリで急いで乗りましたのは小海線です。こちらもねかなり、綺麗ですよ。秋は、紅葉がねもうこの路線に乗ってるだけで全部紅葉見えるんじゃない網羅できるんじゃないかっていうぐらい綺麗です。はい、この路線はね一度乗ったことがあったので、2度目の乗車になります。かなり乗り遅れましたので、一番ね景色が見える席はちょっと取れませんでしたので、そこからね、立つということもなくこう横着して、この座ってその辺りから景色を撮っています。しかしそれでももみじはとても綺麗です。この路線には皆さんが大好きな清里もありますしね、八ヶ岳高原線という別名がついているぐらい風光明媚な路線です。はい、もうねこうやってここから景色見ても結構綺麗なんですね。もう寝不足がたたってお眠でしたが、とてもいい目の保養になりましたよ。はい、というわけで小淵沢駅へ着きました。もうここはね山梨県の北杜市ですね。北杜市といえば清里があることで有名ですけど、相変わらず眠いです。コンビニ線の中で全然寝れなかった。もういろんななんか用事してたんで、じゃああんまり映像撮ってなくてすいませんね。さてね、ちょっとヤニカスしてから今度中央線に乗ります。もうね帰るだけですね。あとはねあんまりもう動画は撮らないかもしれないです。そろそろね終わりになっちゃうかもしれないですが、そこにね灰皿があります。やばい、ちょっと作業しながらヤニ吸ってたらあと7分で出ちゃうわ。まずいまずい。ここね馬飾ってるから馬の町ですね。ここ武田信玄が軍用道として武田信玄の馬を育てたのかな、ちょっと分かんないですけど、ほんまに時間がない。やばい、山が綺麗だ。はい、こちらは中央線の車内です。中央線と言いましたらね、都心に住んでいる方はよく通勤で使う中央線快速、そして中央観光線、そのことを思い浮かべるかと思うんですけれども、実はこの中央線とても長い路線でして、東京の付近、そしてそこからどんどん山梨まで続き、長野まで続き、塩尻を通り、そして名古屋、愛知県は名古屋まで続いているんですね。はい、とても長い路線ですが、こちら小淵沢から乗ることにいたしました。なんとこの日は富士山もちょこんと顔を出しておりますね。新富駅の近くです。向かって左側に富士山が見えます。こちら上り方面で向かって左側です。そしてこの富士山、だんだんね右側に移っていくんですね。この中央線がカーブしているので、このカーブによってこの方角が変わってね、このようにだんだんね右に見えてくるんですね。はい、そしていろいろな畑がありますね。何畑でしょうね。リンゴ畑だとか、そしてぶどう畑っていうのはいっぱいありますね。山梨県になりました。長い路線といえば、東海道本線がありますね。この東海道本線は、昔のですね東海道という街道がありました。そこに、だいたいその辺りに通っておりますが、この中央線は、昔の中山道があった辺りを通っています。時代は変わり、このようにね電車で快適に綺麗な景色を、そして畑を眺めながら、このように、巡ることができます。
まあね、この間は、この間はですね、今新幹線だとかリニアとかはないので、あずさというね、あずさカイジですね、という特急がありますので、早く移動したい方は、そちらを利用してみると良いでしょう。特急あずさといえば有名な歌がありますね。8時ちょうどのあずさ2号で、私はあなたから旅立ちます。はい、すいません、汚い歌声失礼いたしました。はい、というわけで、結構ね、天気もいいですし、とても景色もいいのでね、眠くなりました。しばらくね、高尾駅まで寝ておりました。もう睡眠不足も解消され、ぐっすりと寝ることができました。はい、というわけで高尾駅へ到着いたします。はい、ついに東京都内に戻ってまいりました。東京都は高尾駅です。東京都の一番端っこですね。なんか私がだいぶね、もう寝たんですけど、だいぶ蘇ってきましたね、精神がね。ちょっともう頭おかしいことずっと言ってたんですけど、よかった、蘇ってきた。そしてね、寝て起きたら、あらびっくり、目の前がね、なんか山梨県の方から乗ってきたお客さんでもう大量に埋め尽くされていました。びっくりしました。もうこれなんか玉手箱を開けた時のように突然に人が増えていたので、まあ秋ですしね、お出かけのお客さんも多いんでしょうね。ものすごい大量に、なんか知らないけど、今回ね、お出かけしてるとね、でかい鈴をつけてる方を10人ぐらい見かけましたね。10人以上ね。なんか私そういう人たちにでかい鈴の音で起きちゃったんですね。でそれでちょうどね乗り過ごさずにすみません。ごめんなさい。だいぶね頭がもう働いてます。これは寒高尾ってこんな寒かったっけ。いや困ったな。高尾山近々登ろうと思ってる。寒いな。これは寒い。やばいこれ。寒い。はい。というわけで、ここまで皆さんご視聴いただき誠にありがとうございました。晴れた日の神漬、信濃、そして甲斐の国、綺麗でしたね。今も、フルーツが多く取れ、神漬はですね、神漬って言ったらちょっと古風ですけど、群馬県はですね、こんにゃく、そして、ネギなどもね、取れて、豊富な土地です。群馬帝国などと、茶色い国などと呼ばれておりますが、かなりね、魅力もありますよ。皆さん、前回の動画ですが、定食、もつ煮定食とかもありますので、ぜひ食べてみてください。そしてですね、紅葉の綺麗な時期はぜひ、長野、そして山梨へお出かけしてみてはどうでしょうか。はい、今回からですね、このように、この旅の経路どのように行ったかというのをね、一応動画の最後にお示しなんかおかしいな、敬語がおかしいな、示させていただこうと思います。はい、一応参考にしていただけたらと思います。開講園はね、本当におすすめですから、紅葉配信も合わせてご視聴お願いいたします。はい、というわけで、正真正銘ここまでご視聴いただき誠にありがとうございます。またお次の動画でお会いしましょう。